ああ、大変だ、大変だ。マスター、何が大変なんですか？もうすぐ人類滅亡しそうなんだよ。それは本当に大変じゃないですか？どういう理由で滅亡しそうなんですか？戦争ですかね？戦争は戦争でも宇宙戦争なんだよ。宇宙戦争、詳しく教えてください。では、話そう。今年の7月に新しい彗星が発見されたんだ。その名はスリーアイアトラスと名付けられた。彗星ですか？ハレー彗星みたいな感じですかね？そうだ。だがこの彗星は一般的な彗星のように、太陽系内のカイパーベルトと呼ばれる隕石が大量に集まっている空間から飛来したのではなく、太陽系外から飛来した珍しい彗星なんだ。天の川銀河中心方向から飛んできたらしい。太陽系外から飛んできた彗星は、人類史上まだ3個しか観測されたことがなくて、その3個はここ10年間に集中してるんだ。それだけでも不自然だろ。なるほど。その彗星が宇宙戦争とどんな関係があるのでしょう？続きを話そう。その彗星が見つかって全世界の天文台が詳しい観測を始めたところ、これは自然にできた彗星ではない可能性が高くなったのだ。主成分はニッケルという金属で全体が構成されていて、二酸化炭素のガスをまとっているんだ。不自然なのは彗星本体だけではなく、複数の衛星のような小さな物体を従えていることにある。しかも、本体は定期的にガス噴射を行って軌道修正していて、衛星と一緒に火星を目指して航行しているんだよ。追従してる衛星も本体と一緒に方向転換してるんですか？それは完全にコントロールされていますね。それで、飛行ルートを計算したところ、太陽系の惑星が回ってる軌道に沿って飛んできていることが判明した。これが偶然発生する確率は 0% である。明らかにどこかの星の文明が作った宇宙船のような動きなんだよ。宇宙人さんが太陽系に遊びに来たのでしょうか？遊びに来たのなら良いのだが、侵略しに来ているとしたら大変なのである。科学者たちはこれが通常の隕石だとしても、軌道変化を起こしているため、火星に激突して巨大なクレーターを作る可能性があるとしている。この破壊力は過去に地球に落ちて、恐竜を絶滅させた隕石より何十倍も大きい。仮にその隕石が自然物なら、火星に落ちても地球には何も問題ないのではないでしょうか？いや、そうはいかないんだ。隕石墜落によって巨大なクレーターが火星にできるだけでは済まないんだよ。その大爆発で飛び散った隕石や火星表面の岩や土が宇宙空間に大量に放出するんだ。火星は重力が弱いからね。で、宇宙空間に飛び散った岩や土は何百年間も宇宙空間に漂うわけだが、地球の軌道上にもその岩や土が飛んでくるんだよ。ということは、地球の空にも隕石が降り注ぐんですか？たくさんの流れ星が綺麗でしょうね。その綺麗な流れ星が何百年間も毎日見れるんだよ。素敵だよね。って、そういうロマンチックな話ではないのだよ。ミクちゃんは面白いことを言うね。ミクはロボットですから、面白いことを言いますよ。というか、この動画の台本を書いたのはマスターじゃないですか？いいかね、ミクちゃん。大量の隕石が昼も夜も関係なく火をまとって全世界に降り注ぐんだよ。人類にとっては面白い話ではないのだよ。それは、毎日火災が絶えないでしょうね。消防署は忙しくなりますね。消防署の人たちは大変だと思う。っていうか、ミクちゃん。だから、そういうレベルの心配では済まないのだよ。火事だけでは済まないのだよ。人工衛星も全部墜落するだろうし、インターネットも断線するだろうし、自動車工場や国会議事堂や偉い人たちの頭の上にも隕石が毎日バンバン落ちてくるんだよ。そうなると文明が滅亡してしまうし、人間は誰一人生き残れない可能性がある。例えるなら、噴火している富士山の火口付近で毎日暮らすようなものだ。なるほど。ではどうしましょうか？その彗星が火星にぶつかりそうなら、
ぶつかる前に核ミサイルで彗星を破壊してはどうでしょそれができたら良いのだが、できないのだ。できない理由は何ですか？彗星はすでに火星に近づきつつある。今から火星まで届くロケットを作って核爆弾を搭載しても間に合わないんだよ。それに、もう一つ問題があって、仮にその彗星が異星人の宇宙船で、中に宇宙人が乗っていて、火星に着陸する予定だとしたらどうだろうか。宇宙人は地球人が攻撃してきたと判断して、地球と宇宙人の間で戦争になる。なるほど。確かにそうですね。でも、それが宇宙船ではなく、異星人が作ったミサイルだとしたらどうでしょう。人類が滅んだ後に地球に移住する気なのではないでしょうか。よく思いついたね。俺も同じことを考えてた。それなら、宇宙船だとしても先に撃ち落としてしまった方が安全なのである。撃ち落としましょう。そうしたいところだが、ところがどっこいなのである。まだ何か問題があるのですか？つい最近、また新しい彗星が別の方向から飛んできたのだ。C2025A6 レモンと呼ばれる彗星だ。しかも、また太陽系外から飛んできた彗星なのである。ほえー。さらに追加で彗星が来るんですか？そんなことが、このタイミングであり得るんですか？B 級映画のようなこの展開が、実際に現実に起こっているのである。しかもである。その A6 レモン彗星は、3i アトラスよりも100倍も大きい。さらに、3i アトラスが火星に到着するタイミングと、後から別の方角から追いかけてくるそのレモン彗星が、火星に到着するタイミングが同じなのである。宇宙の別の方向から飛んできた彗星が、先に飛んできた彗星と火星で鉢合わせになるんですか？そんなことは確率的に絶対ありえない奇跡でしょう。その通りである。絶対にありえない奇跡なのである。だから、これらは宇宙船であって、コントロールされていると噂されているのである。しかもである。火星に到着するタイミングで火星は太陽を挟んで地球と正反対の位置になるため、地球からその宇宙船を観測できなくなるのだ。いや、そんなことは偶然ではありえないでしょう。絶対、中に宇宙人さんが乗ってますよ。俺もそう思うのだ。だが、彼らが人類と共存したいのか、人類を滅ぼしたいのか、心の中までは読めない。近年、UFO の映像がアメリカの国会で公表されたり、南米にサッカーボール大の球体金属 UFO が墜落して回収されたりといった事件も発生している。それらの UFO は、この彗星に偽装した宇宙船の偵察機ではないのかと思うのである。そういう高度な科学技術を持った相手にミサイルで戦っても勝てる見込みはないのである。だから攻撃はしない方が良いのである。人類はどうすべきでしょうか？地面に穴を掘って隕石の雨から逃げるしかなさそうだな。人類はまだ宇宙空間に逃げる技術は持っていないし、メタバース空間に魂を転送する技術もまだない。他の次元や他の宇宙へ移動する技術も持っていないのである。人類は日頃から戦争ばかりやってないで、こういう人類存亡の危機に備えて科学技術を上げ、避難先を確保しておくべきであったのだ。働きたくないとか、努力したくないとか、勉強したくないとか言って、ずっと遊んでばかりいる人たちが多いから、こういうことになるのである。働いて大金や権力を手に入れても、その金を人類のために使おうとは考えず、飲んだり食ったり、イケメンや美女と遊んでおしまいという人がほとんどだからこうなるのである。人類の自業自得なのである。頭の上に隕石が落ちて全員死ぬのである。これが宇宙戦争の始まりなんですね。そう。最後にホピ族というアメリカインディアンの言い伝えを話そう。ホピ族には人類滅亡までの予言が言い伝えられていて、9つの大きな予言のうち、8つはすでに当たったと言われている。鉄道が大地を走るようになるとか、インターネットの時代になるという予言を、それら機械が発明される以前から言い当てている民族である。そのホピ族の最後の9つ目の予言が、空に青い彗星が現れた時、人類は滅亡する。
ということなのである。その彗星が現れるのは2025年であると言われていたのだが、本当に現れてしまったのである。ちょうど今、このスリーアイアトラスという彗星の映像が夜空に青い光を放ちながらニュース報道として全世界を駆け巡っているのだ。マスター、今までありがとうございました。おいおいおい、俺はまだ死なないぞ。仮に火星に異星人のミサイルが命中して大量の石や岩が飛び散った場合でも、それらの石や岩が地球に届くまで10年程度かかると言われている。10年あれば俺が開発中のオリジナル作品暗号妖怪クリプトイドも完成するであろう。今回の彗星の話は暗号妖怪クリプトイドのテーマに近い内容であったため取り上げることにした。俺や諸君が制作している作品が将来完成した時に、それを見るのは人類ではなく地球に移住してきた異星人かもしれない。その時にはもう人類は存在していないのである。それでは皆さん、残りの人生を悔いが残らないようお過ごしください。